こんにちは、はるめもです。ある日、こんなものが届きました。これ何？防災用品？はい、こっそり買う予定のある方は要注意ですよ。透明なビニール袋でバレバレですからね。ということで、今回はワンティグリスソロホームステッド TC の嫁チェックやっていきましょう。とりあえず試し張りしてみました。何度も使えば意見も変わるかもしれませんが、まずはファーストインプレッションで良かったところとこれはちょっとなというところに分けてレビューしたいと思います。まずはかっこいい。立ち姿が個人的にすっごく好み。男前なテントなんですが、ワイルドすぎることもなく、女性が使っても違和感ない感じがいい。ポリコットン生地のテカらない質感とソフトな色味が印象に強く影響しているのかもしれません。黒い補強用のコーナー生地やロゴもデザインとマッチしていてかなり素敵。生地は UV カット仕様のポリコットンなので、触っていて心地よさを感じます。ポリコットンの特徴である影の濃さもいいですね。影の部分は明らかに涼しく感じます。もちろん燃えにくい性質も持ち合わせているので、焚き火で穴が開きづらいというのも重要ポイント。まずはシェルターとして使えます。前後の扉をポールで立てると広いタープスペースを作ることも可能。細かい網目のメッシュも付属しているので、虫がいる季節でも安心です。テント内に薪ストーブを置く方にとってはシェルタースタイルは必須ですよね。そして付属のグランドシートをバックルで取り付ければ、床でゴロゴロできるシングルウォールのテントとしても使えます。テント中央の正方形の空間にはコットを2つ並べておけるほどの広さがあり、その左右の三角形の空間は十分荷物を置ける広さがあるので、テント名にはソロとついていますが、荷物を整理すれば2人でも使えそうですね。グランドシートを取り付ければ床全体を使えるので、室内はさらに広く感じます。天井高は約160センチなので、ほとんどの方は腰をかがめて移動する必要がありそうですが、色が明るめのためか圧迫感はそれほど感じません。ソロ用のテントとして大きすぎず小さすぎず、本当に程よい広さだと思いました。設営は幕を6箇所ペグ打ちして、フレームワークポールを4本差し込み、ポールを2本立てて、ガイロープを6本貼って、防水キャップを取り付けたら基本スタイルの完成。あとは用途によってひさしを作ったりグランドシートを敷いたりするだけです。ガイロープはちょっと多めですが、割と簡単な設営と言えると思います。設営動画はまたアップする予定ですので、気になる方はそちらをご覧くださいね。まずは
ガード付きの煙突穴がついているのでこのテントに決めたって人も多いのではないでしょうか。でもうちは薪ストーブを購入する予定もないので、ここにメッシュ網を置き、さらに煙突ガードを重ねてベンチレーターとして使用しています。ちゃんと日よけもできるようにしました。前後の扉だけでなく、側面には小窓も2つついているので、風通りはかなりいいと思います。グランドシートにはバックルがついているので、ずれることがなく使い勝手が良さそうです。扉の下の立ち上がりがあることで、風でテント内に草などが舞い込むことが少なくなり、冬場には隙間風もシャットアウトしてくれそうです。扉の黒いテープ部分は食器やライトなどを吊るすためのハンギングベルトになっています。はい、かなりいいところが多いテントだなって思いましたよね。でも今からこれはちょっとなぁと思ったところをピックアップしますね。最大の弱点は雨に弱いことだと思います。ポリコットン生地の耐水圧は300ミリから400ミリなので、普通の雨ならしのげますが、大雨だとちょっと不安。サイトにも大雨での使用は避けてくださいと明記されています。また一般的にポリコットンは結露にも強いと言われていますが、シングルコートのため湿気の多い場所では結露しちゃうんじゃないかなと予想しています。あと雨がテントの下に流れ込んできたときは、プール式のグランドシートではないので、雨で荷物が濡れてしまうかもしれません。それと雨に濡れたポリコットンは乾きにくくカビがつきやすいです。ソロホームステッドを雨の日に使う方はちょっと準備とケアが必要かもしれませんね。収納サイズは 59×23×23 で、重量は約 9.6kg、 ペグを除いても 8.8kg とソロ用としては大きく重いテントとなります。まあこれに関してはポリコットンの定めなのでトレードオフって感じでしょうか。ポリコットン生地のテントはちゃんと畳まないと収納袋に収まらないことが多いのですが、このテントもきっちり畳む必要があるテントと言えます。撤収動画もそのうちアップするので、気になる方はもう少し待ってくださいね。付属のペグはこの通りなので、別に準備されることをおすすめします。自在金具は三角形のもので、これは使い勝手にコツがいりそうです。天井にはランタンフックがないので、ランタンハンガーを持ってくるか、このようにガイロープなどで取り付ける場所を作る必要があります。扉の跳ね上げ用ポールは125センチと低めなので、下に置く椅子は少し選ぶかもしれません。ちなみに少し高いポールに変えてみたらこんな感じ。
第一印象でいいところと気になるところをピックアップしてみましたが、いかがでしたか？個人的にはなんてソロにちょうどいいテントというのが最大の感想です。サイズも設営もおしゃれ具合も本当にちょうどいい。マジで。雨の日の使用にはちょっと注意が必要かもしれませんが、思わず買ってしまったかっこよさは理解できるかなというテントでした。この動画が役に立ったと思っていただけたならいいねボタン、次の動画も見たいなと思った方は春メモチャンネル登録もよろしくお願いします。